はい、皆様ごきげんよう。また、クリス・イングランドで、フェイのアセラフをやっております。で、続いて、夏バナの準備の深海英雄を紹介させていただきます。これも、伝書英雄も同時参戦。なので、両方ともやります。まずは若き賢者。私はエイトリ。しがない学者さ。エイトリ。で、エイトリはまた、ヒーローズファイナルボスだけど、非属性。非属性の伝承。で、イラストは、ヒーローズのオリジナルアートの小崎祐介。で、VA さんの方は高山みなみ。みなみさんの方は、ずっとコナン探偵の江戸川コナン。まあ、シリーズ自体英語で言うとケースクローズド。で、あとは、鋼の錬金術師のブラザーフットのエンビーですね。とてつもなく、性格合うと思ってる。エンビーとエイトリー。で、エンビーの色を使って緑小飛行の非属伝承ユニットです。人は賢者と呼ぶがね。では武器、スキルから、まず、竜が攻撃魔法の古軍4と攻撃魔法の牽制3。とてつもなく攻撃魔法の高いユニットです。で、武器の魔獣ブロック。攻撃プラス3。1から4ターン目の間、再移動2を発動可能。自分から攻撃したとき、または周囲1マス以内に味方がいないとき、戦闘中敵の攻撃、魔法マイナス6、自分は絶対追撃。そしてあとは特別 B スキルの、それは興味深いね。英語で言うと、ディバインリクリエーションです。戦闘開始時、敵の HP が 50% 以上なら、戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔法マイナス4かつ、戦闘中、最初に受けた攻撃のダメージを 30% 軽減し、軽減した数を自身の次の攻撃にダメージに追加されます。すなわち、このユニットは、とてつもなく攻撃力、魔法力の方が高い。武器から相手の魔法マイナス6、スキルによるマイナス4で、またマイナス4で、自分の攻撃プラス7。合計自体は21点です。とてつもなく強い一撃の目当てユニット。で、あとは、長所の守り手があって、B スキルの中からダメージを減らして、また次の攻撃に追加されます。で、エイトリーの場合は、絶対追撃あるんですけど、速さ自体はそんなに低くないということだと思ってます。確か、20、あと、20代後か30ぐらいですね。で、あとはいつもそういう飛行か騎馬との再移動。でも今回は再移動にを追加します。再移動残りではなく、普通の射程2の方。でも、この再移動は限度がある。最初のターンから4ターン目までは使える。でも普通は4ターンまでは4ターン以上使うとちょっと大変かも。それともストーリング系のチームですね。で、B の方は、それは興味深いね。とてつもなく興味があるもの。賢者としてとてつもなくふさわしいです。
どうかな。あとダブリもできます。邪魔しないでほしいな。またオリジナル深海英雄が出ました。戦時。我が名はトール。求めるものは誠のトール。雷神トールですね。で、今回の深海アストラ系で、オノ使いの彦。で、また、フェイのベテランイラスト先生の前島茂樹ですね。で、あとは、VA さん。私として結構知ってる佐藤里奈。役目としては、セーラームーンクリスタルのマーズ、火の霊、あと原神のエウラ、ペルソナ5の新島誠、とあるシリーズのミサカ。で、あとは、多分自分が一番面白いとして知ってる役目。僕らはみんなかわいそうのまゆみさんです。確か、錦のまゆみ。で、このキャラクターは、悪口もたくさんで結構酔っ払って、とてつもなく面白いこと言うんです。思っちゃうんですのは、トールがもし酔っ払ったらどんな性格になるでしょうかねとつい思っちゃいます。強さだ。で、新しいスキルは3つ。まずは、飛燕、攻撃守備の渾身4。で、武器の方は、神髄ミョルニル。呪詛特攻と奥義が発動しやすい。戦闘開始時、自身の HP が 25% 以上なら、戦闘中攻撃プラス6、敵の攻撃マイナス6、絶対追撃。戦闘開始時、自身の HP が 25% 以上かつ、周囲1マスに味方がいないとき、戦闘中、敵の強化のプラスを無効にする。そして無効になるのは、鼓舞か奥義、応援系のスキルによるのプラス。で、あと B スキル、怒涛キャンセル。自分から攻撃したとき、戦闘中自分の追撃負荷を無効。と、敵の奥義発動カウント変動量マイナス1。両方ありますね。絶対追撃負荷を無効。で、あとは C スキル、鎮髄、大地をうがつ。戦闘中、自身の奥義発動カウント変動量プラス1。周囲2マス以内の味方は、戦闘中、奥義発動カウント変動量プラス1。すなわちこれは、ジョイントブレード系、双剣系、ジョイント系のブレードですね。で、このユニット自体は、絶対追撃と追撃負荷を無効。もともとこういう絶対追撃はスピードが低い。でも珍しくなのは追撃負荷を無効。それ自体はもともと速いユニットについてるけど、これは絶対追撃負荷を無効。なので、速さは関係ずに追撃を行います。で、あとは、確かスペシャルファイターの中で、同じ B と C 合計で同じくなります。敵の変動量マイナス1、自分の変動量プラス1。すなわち早めに奥義を発動されます。発動しやすいマイナスは、変動量プラスは。で、このイント自体は、
渾身は使えるけど、本当は、銃剣4を使った方がいいということ。銃剣4確か、もし自分の攻撃が相手の攻撃より高ければ、自分の奥義発動カウント変動量プラス1かつ、ダメージプラス5になります。それだとしたら、もし相手によるスキルは、まだ追加されます、変動量。あとは、敵の攻撃マイナス6自体は小さいけど、その12点のディファレンスの中で、銃剣の方は使えます。で、あとは、飛燕の代わりに、ゲールフォースはたくさん見たことあります。なぜなら、ゲールフォースの方は4になって、1回攻撃して2になります。で、また相手が攻撃される場合は、また使えること。1ターン目から使えることは可能です。他に、変動量無効能力を持つユニットはあるけど、それは珍しいことですけど。行くぞ。戦士に敬意を。ミョルニル。さらに10人の英雄が参戦します。ブラミーモンド、女性カムイ伝説、プルメリア、伝承デミトリー、ダグ、伝承シグルド、落ちたデミトリー、ノート、ミカイア伝承、ムスペルで以上になります。で、この組み合わせの中では、ダメ引きはないということ。まずは、緑の方自体は、トール、エイトリー、あと、ダグの方が入ってます。ダグの方は、そういう、渾身系のスキルを持ってるけど、実際としての深海英雄は役に立てる。スキルによる、攻撃による、あと、パスファインダーも入ってる。その考えによると、ノートもいい引きです。特に、ノートの方は、距離関係なく反撃できる。ディスタントカウンター。そして、青はもちろんそういう両方デミトリー。伝承の方は、移動プラス、速さによる軽減と、戦闘の後の不利な状態以上。落ちたの方は、普通プールに入ってるけど、実際の能力としてはとてつもなく強い。武器による、もし追撃できないなら追加ダメージ。反撃負荷を持つ B スキル。あとは、ソロの、孤軍のスキルもお持ちです。無色の方はカムイ。守備力が高い。そして、前に出たフィオルムみたいな能力を持つユニットです。ブラミモンドの方は古いけど、まだスキルによる結構強めにあります。なぜなら、最近のユニットは強くなってるけど、ブラミモンドの方は強ければ、不利な状態。早ければ、不利な状態を作ること。で、あとは伝承ミカイア。ずっと前から動画作りましたけど、ミカイアの方は、攻め立ての能力は入ってる。あとは、もし、遠距離総合体系、ジョイントディスタントガードも入ってるし、あとは B スキルの方も、ダメージ軽減の能力も入ってます。で、あとは赤の方は、
プルメリア、踊り子系、踊りユニット。特にそういう、特別踊りスキル。あとは伝承シグルド。実際一番移動スペースの数は一番多いユニットです。ベースとして。で、あとは他に特別 B スキル。最初に出たもの。で、もしそういう射程2の敵に対戦する場合はダメージをとてつもなく減らして、あとはフェイタルスモークも好きです。赤もフェイタルスモークの能力を持つムスペル。で、あとはこのユニット自体は、引く価値はあるけど、実際はこの中から一番引く価値はないです。なぜなら実際デミトリとムスペルは普通プールに入っているもの。残りのものは全部伝承、深海プールだけに入っている。ムスペル自体はもちろん価値観はある。臨流障壁か、相互。もし確か C スキルによる効果もあったけど、実際のユニットは価値観あります。で、ベースとしては、エイトリの方は攻撃が欲しい。なぜならすべてのスキルによる魔法マイナス6、攻撃プラス7、魔法マイナス4、魔法マイナス4で、できるだけワンショットキルが欲しいか、もし、相手によるワンショットキルができないけど、次の攻撃は必ず仕留めるということです。トールの方は、スペシャルチームが入っている方が価値あります。なぜならすべてのスキルによる変動量でこれを変えて変動量。すべての効果を持つ、すべての、変動量の効果を持つユニットです。で、これ以上になります。ありがとうございます。失礼します。